春夏秋冬、あらゆる花が咲くという不思議な異変に襲われた幻想郷。清く正しいぶんぶん丸新聞記者である私、社名丸綾はその真相に迫るべく取材活動に乗り出したのでした。いつもならなんだかんだで異変解決に乗り出すミコも、今回はどうも当てになれない様子。しかし諦めることなく不屈のジャーナリスト魂で立ち向かいます。そんな本誌記者の行く手を阻むさまざまな脅威、ひまわり立ち並ぶ太陽の裸で白昼堂々繰り広げられる地も凍るような凶行。人の目の届かない迷いの竹林の奥深くでウサギが企む恐るべきテロ行為。そしてジャーナリズムに理解のない野蛮の住民の妨害に遭い、取材どころか命の危機に。公式記者の運命やいかに。果たして異変の真相が明かされる時は来るのでしょうか。
ごちそうさま。美味しかったよ。それじゃあお感情ここに置きますね。まいだー。それは私は未熟者ですよ。でもユームは黙って私の言う通りにしていればいいのよ。なんてひどすぎませんか？ああ、わかるわかるでしょ。あたいの上司もうるさいお人でさ、お互い大変だね。よし、今夜は飲もうよ。くじまたサボって。いつまで経っても霊を運んでこないから見に来てみれば。この低たらく時間が幽霊だらけ花だらけの今こそサンチの顔の戦闘がいつも以上に働かねばならない時だとあなたも分かっているはずでしょ。はい、すみませんエキ様、今すぐ仕事に戻ります。ええ、説教は後でたっぷりしてあげます。勤務終わりに私のところへ来なさい。はーい。お客さん、お勘定。まったくもうサンチの顔はこれはいいところで会えましたね。魂魄ヨウム。はあ？私はエンマ。例の罪の重さを測るものです。魂魄ヨウム。一度あなたとはきちんと話をしなければならないと思っていたのです。地獄のエンマ様？あなたには自分が冥界のものであるという自覚が足りていないのではないですか？そう、あなたは少し気軽にこの世に遊びに来すぎている。あの世のものがこの世のものと戯れることでどのような影響を及ぼしているか考えたことがありますか？今のままこの世に来すぎると私もあなたを裁かなければいけなくなる。もし私が裁きを担当すればあなたを人間として地獄に落とします。すみません。特ダネは足で稼げと言いますが、なるほど、資源ですね。地獄の閻魔であるあなたが事件の鍵を握る人物だったのですね。あなたはブンブン丸新聞の社名丸です。幻想郷の古い花々の異変は地獄の不始末だった。そうですね。あの通り、三途の川の戦闘は残念ですが怠けがちで、その点で上司である私の監督が行き届いていないことは認めましょう。とは言ってもこのいわゆる異変そのものは地獄とは全く無関係です。幻想郷とすら関係がありません。あなた好みのゴシップやスクープの種はここにはありませんよ。あの大量の花々を咲かせている霊たちは幻想郷の外から寄りついたものです。そう、本当の異変は外の世界で起きているのですよ。外の世界ということは、社名丸あや、私はあなたにも話があります。あなたはその自称ジャナーリズムとやらが読者に及ぼす影響を真剣に考えたことがありますか？報道の使命を忘れ事実を面白おかしくねじ曲げて書くなど言語道断。いい機会です。魂魄ヨウムとあなたにはここでたっぷりと説教して差し上げましょう。いや、そんな公務中でしょ。お仕事の邪魔をしちゃ悪いですし。私は今日は非番です。はいやや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 。ひゃ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 。
どう？ここには慣れたかしら？おかげさまで。ここの妖怪たちにはまだ警戒されてるみたいですけど、かな子様はもっと信仰が必要だって。そう。うまくいくといいわね。幻想郷の春ってこんなに花が咲くんですね。ああ、今年はちょっとした異変みたいなものね。あれはみんな幽霊なのよ。外の世界で死んだ人間たちの魂がこの幻想郷の花々に寄りついて咲かせているの。あれが全部あんなにたくさん。外の世界で大きな災害か戦争が起きたんでしょうね。そうね、60年に一度くらいはこういうことがあるのよ。外が気になる？いいえ、私はもう幻想郷の人間ですから。あの魂たちはどうなるんでしょう。いずれ三途の川を渡って閻魔の裁きを受け、罪を犯した者は地獄で償い、そうでない者は冥界で次の生まれ変わりを待つというわね。三途の川の先導があの霊たちをみんな彼岸へ渡し終えれば、この花の異変も収まるでしょう。どうかした？なんだか切なくなって悲しいわけじゃないんです。ただ死んでも帰れるところがあるんだなって。そんなに暇なら手伝ってくれてもいいのよ。私のほうきは掃除用じゃないんだ。逃げろー。大変だー。エンマが来たー。エンマ？地獄のか？何しに？あいつ説教が趣味でさ、非番の日にはこっちに説教しに来るんだ。捕まったが最後、丸一日ぶっ通しで説教されるんだよ。私、説教されるようなことしてないわよ。あいつ鏡でこっちの一挙手に盗賊全部見てるんだ。必ず隙を見つけて説教してくる。しかもセールばっかだからフォローできないし。鬼の力で何とかしろよ。もうなんだってば、やっつけられたとしても死んだらあの世であいつに裁かれるんだよ。地獄行きにされるのがオチだって。生きてる限り勝ち目なしか。なるほど、それはもう逃げるしかないな。やばい、もう来た。またな、レイム。あんたが逃げようだってそうはいかないわよ。うわー、またすごい嫌がってますね。別に喜ばれるためにやっているわけではありません。英貴様がこうして説教して回ってるのは、鹿の連中の死後の罪を少しでも軽くしてやるためなんですよね。大丈夫ですって。英貴様がみんなに嫌われてても、あたいだけは分かってますから。いらぬ心配です。とっとと自分の仕事に行きなさい。はい、行ってきまーす。まったく。それでも友達か。こっちのセリフよ。牛の情け、牛の情け。ぶんぶん丸新聞は不滅。話せもう。君が近くですすり泣いているのに触れることさえ
しいふるさとへ。時は満ちた。あ、久々にやる気じゃない。昔を思い出すね。いざや偽りの社を打ちこぼち、幻想郷に誠の信仰を取り戻そう。